こんにちは、エイプリです。今回は What's in my bag ということで、普段自分が何を持ち歩いているのか、そしてこういうの持ち歩くの結構おすすめですよみたいなものをですね、紹介していければと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。早速、自分のバッグはこちらになります。バスコのレザーネルソン 2way バッグになります。こちらはですね、日曜劇場のグランメゾン東京っていう作品で木村拓哉さんが使われていて、それで影響を受けて買ったみたいな感じのアイテムになりますね。全然ねちゃんとお手入れできてなかったんですけど、今回せっかく動画を撮るっていうことでしっかり昨日ねブラッシングして、ほんでこのオイルですねで保湿して、お手入れしたっていう風な感じになってます。でちなみにこのオイルはバスコの水晶アロマオイルのバスコクラシックっていうものになりまして、でヴィンテージとラグジュアリーをテーマに気品のあるフローラル系の香りとそれを支える甘くウッディな香りをブレンドしているみたいな感じらしいです。めちゃくちゃ確かにいい匂いですね。はい、もともとですねこんな感じでストラップつけてあげることによって 2way のショルダーバッグみたいな使い方もできるんですけれども、割と自分は使う機会が少なかったので、もうこれは完全に外して使っちゃってるっていう感じになりますね。はい。で真夏は割と暑苦しく思われちゃったりするかもしれないんで使ってないんですけど、その他の3シーズンですね完全に愛用しているようなバッグになっております。はい、ではバッグについてはこれぐらいにしまして、早速中身の方を紹介していきたいと思います。まず1つ目のアイテムはこちら、ダダン、ビビアン・ウェストウッドのキーケースです。これはもう大学入学の時に買ったんで11年ぐらいですかね、ずっと使い続けてるキーケースです。やっぱりビビアンって学生時代憧れのブランドだったんですよね。ちなみにこちら豆黒河内さんの本でデザイナーさんの思考の深さとかを知ることができてめちゃくちゃ面白いんですけど、幼少期のエピソードがすごい印象的で、かいつまんで紹介すると、ビビアンの惑星マークに強く惹かれるんですが、一番欲しいカーディガンは高くて買えないと。そこで考えた結果、靴下からですねビビアンのロゴ部分を切り抜いてお父さんのお下がりのカーディガンに縫い付けるっていう、そんな話があって、その話で黒河内さんみたいな方でもビビアンの何か底知れぬ魅力のようなものに惹かれるんやなっていう風なのが分かって、すごい嬉しかった記憶がありますね。はい、で余談だったんですけども、もう気に入っているのでずっと使ってるっていう感じですね。で中にはもう家の鍵であったりいろいろな鍵入ってるんですけど、とりわけ個人的におすすめなのがこれですね。はい、エアタグっすね。で大体自分の iPhone と400-500メートルぐらいですかね離れたら通知が来るようになっているので、何かあってもかなり傷が浅いうちに対策できるみたいなね感じですね。でもちろんね落とした時とかも対策できるんですけど、一番結構便利だったりするのがこの iPhone の中に探すっていう風なアプリがあるんですけど、そこで自分のこれだったら鍵で設定してるんで鍵選んでもらってサウンドを再生みたいな感じで鳴らしたら、はい、聞こえるですかね。はい、こんな感じで踊る大捜査線じゃないですけど、そんな感じのリズミカルなメロディーがね鳴らしてくれるんですよ。はい、でこれでだからちょっとカバンの中身からパッと探し出すとかもできるし、近所で近場で落としたみたいな時とかもね便利だったりします。はい、なんでエアタグめちゃくちゃおすすめです。で続きましてがこちら、メゾンマルジェラの財布です。これはですね2年前ぐらいに買い替えました。ちなみにそれまではですねこの姉からお下がりでいただいたヴィトンの財布っていうのをもう学生時代からずっと10年以上ですかね長く大事に使ってたんですけれども、年々自分の性格であったりスタイリングっていうのがヴィトンと合わへんなってなってきているところもあって、あとキャッシュレス化がかなり進んでいるので、もうこんなに分厚い三つ折りの財布とかいらんなっていう風なところもあって、ちょうどエッセンスのセールでめちゃくちゃ安く売ってたんで、そのタイミングでこのマルジェラの財布に買い替えたっていう感じになります。で海外規格なのでお札とかがですねまともに入らなくってちょっと折りたたんで入れてるっていう風な感じになります。カバンに入れてるわけじゃないんですけど、ポケットにいつも入れててめちゃくちゃ使い勝手いい便利なのがこっちですね。このマルジェラのカードケースです。これはほんまにめちゃくちゃ便利で、
クレジットカードであったり定期であったりとかもう全部ここに入れちゃって、もう正直これだけで基本生活できるかなみたいな感じのアイテムになってます。で財布ほどね分厚くもないし、もうお金使わないでいけますから、最近めちゃくちゃこれおすすめです。ではお次です。こちらレスカのメガネです。これは完全に田中陽さんに憧れて買いまして、本当はね自分もキカが欲しかったんですけど全然似合わなくって、どうにかクラウンパントのレスカでなんかいいのないかなと、似合うのないかなと試着させていただいて、結果一番比較的似合ったのがこのヨガっていうモデルで、同じクラウンパントなんですけどちょっとレンズが丸みがかってる、そんなモデルになっております。でブルーのカラーレンズを入れていて、自分このカラーレンズってこれが初めてなんですけど、蓋開けるとめちゃくちゃおすすめですね。何がおすすめかっていうと、視線の非対称性です。何やそれはと意味わからんと思うんで、簡単に説明すると、他人からの視線がですねこのカラーレンズまでで結構止まってくれるような気がするんですよね、なんとなく。はい、このカラーレンズ飛び越えて自分の目までガンガン見てくる人ってすごい少なくなる気がしていて、一方でじゃあ自分の視線はどうかっていうと、このねカラーレンズの高台の上からもちろん顔もガン見できますし、目も見れるし胸も見れる、胸見るか言うてね、はい、ただねほんとそういう感じなんですよ。だから人見知りにはめちゃくちゃおすすめのアイテムだと思っております。でほんと思いのほかめちゃくちゃ気に入っちゃったんで、このレスカ以外にもヴィンテージのものであったり結構気になるものいろいろとあるんで、今後もね探していきたいなと思っております。はい、次です。アルト安心シリーズですね。はい、花セレブ龍角散ちっちゃいイロハスです。花セレブこれ素敵ですよね。もうパッケージが可愛すぎる、噛み心地もいいですしね、ちょっと水には溶けにくいので流さないように気をつけてください。で龍角散、これはねもう本当に学生の頃から圧倒的な信頼を寄せているアメちゃんでして、袋タイプの方がもちろん安いんですけど、今はねもうご時世的にさっと上げたりもできるようにこの個包装のがいいかなと思ってます。で特におすすめなんがこのちっちゃいイロハスです。ただ値段が小さいからといって安いというわけではなくて、これ1本でだいたい80円ぐらいしてくるので、コストパフォーマンス的にはめちゃくちゃ低かったりするんですけど、500ミリのペットボトルを持っていくとかなりかさばるなとか思う時はこれがすごい便利です。はい、なのでこれも大量に買って出かけるたびに持っていくっていう風な感じしてますね。ただこの1本すらも飲みきれないみたいな日も全然あると思っていて、そういう時のためにこの小さな水筒も持ってたりします。これやったらね、250ml の容量だったりするんですけど、もう本当にこの中に 100ml ぐらい入れちゃって、ちょっとなんか喉が渇いた時に心配にならんようにするためだけに持っていくみたいな感じですね。これ小さくて可愛くておすすめです。では続きましてこちらテネリータのタオルハンカチです。割と自分がですね変な潔癖症なんでもうめちゃくちゃ手洗うんですよね。その度にハンカチ必要で、常にねズボンのポケットの方に入れてるんですけど、たまにどうしてもなんか着替えのタイミングとかで忘れちゃうことがあって、そうなると困っちゃうので、1個このテネリータのタオルハンカチを常にバッグの中に入れてるっていう風な感じになります。これ値段はね1500円ぐらいしてめちゃくちゃ高いんですけど、そのハンカチの中では触り心地がほんとえぐくて5位終わってますけど、触り心地えぐいんで1個ねこのバッグに忍ばせておくと困らないかなって思います。おすすめです。続きましてこちらハンドクリームです。もう本当に薬局で買えるもんかなと思ってて、このコーセーのコインリッチ9点をずっと愛用してます。もうね学生の時からあるんで多分10年以上あるんちゃうかなと思います。外出の時は手の甲にだけ塗る感じなんですけど、しっかり保湿してくれるのにあんまりそのベタつきも鬱陶しくなくて、すごい個人的に気に入ってます。はい、そして個人的にはこれも必須でして、こちらマウスピースケースです。2021年ぐらいからですかね、キレイラインっていうマウスピースを使った矯正をやってるんですけど、動かすのはですね割と早々に終わって、
今はその逆戻りしないようにする固定期間っていうのに入ってまして、なのでご飯を食べる時とか以外は比較的このマウスピースつけてるっていうような状態で、なので外出の時にご飯食べるとかいう時用にこのマウスピースケースっていうのは常に持ち歩いてるっていうような感じですね。で今これマウスピースつけてるんですけど、正直分かんないですよね。はい、結構分かりにくくて透明やしの割に綺麗に動かせるし、ちょっとできない人とかもいるっぽいんですけど、綺麗に動かせるし、歯並びって結構印象ね影響あったりするんでおすすめです。はい、でこのマウスピースケースはだいたいカバンに入れております。これ以上何を失えば、こちら AirPods です。もう移動中であったりとかちょっとしたタイミングで何かと音楽を聴きたくて、なので欠かさず入れております。もともとはねゼンハイザーのイヤホンを使ってて、それめちゃくちゃ音質も良かった気に入ってたんですけど、どうしても定期的に断線とかするし、その都度すごいストレス溜まったりしたんで、今はねもうこのノンストレスなワイヤレスの虜になっちゃいましたね。音質的には本当に iPhone 付属のイヤホンっていう感じなんですけど、全然フラットで悪くないかなって思っております。星野源さんがポップウイルスっていうアルバムをですねリリースされた時に、何かの記事でしっかりしたオーディオ環境だけでなく iPhone 付属のイヤホンで成立するように音作りをしたみたいにおっしゃってて、めちゃくちゃ大事な観点やなって思ったと同時に、多分他のアーティストもですねこれをリスナーのモニター環境として音を作ってるんじゃないかって思うんですよね。はい、だからこれで正直音が悪い終わってるとかいう風になってくると、もうねイヤホンで音楽聴くのをやめた方がいいんじゃないかなって思います。はい、それぐらいフラットでいいイヤホンです。実はですねもう自分も近所のスーパー行く時になんか意味わからん、なんでかそのタイミングでなくしちゃって、そっから1年ぐらいねワンモアタイムワンモアチャンスの日々を過ごしてたんですけれども、もうやっぱ必要やわっていうことでこれ2代目になっております。だから1代目の時の反省を生かして、今はねこれアーバンアーマーギアのケースにエアタグつけてます。これもベルキンのやつとちょっとキーホルダーのキーリングのところだけちっこいのに変えてベルキンでエアタグつけてるんで対策してるっていうような感じになります。でちなみにもう AirPods でいうと今結構 AirPods Pro の方が主流やったりすると思うんですけど、どうしても僕は無印推しで、なんでかっていうとなんかね学生の時でふらっとポパイ読んでた時にこのね無印のうどん AirPods をスタイリングに合わせててめちゃくちゃかっこいいなって思ったんですよね。なんかどうしてもその1枚のルックというかが原風景としてあって、値段も安いし別に音質も悪くないし、そういったところでも自分は無印一択ですね。はい、それでは続きましてこちら Kindle です。これ Kindle 僕めちゃくちゃおすすめで、今これブルージャイアントとか入ってるんですけど、読んでんのはほとんど漫画ばっかりなんですけど、なんでしょうね、やっぱ服好きやってるとコートに10万円ぐらいとかやっぱ使う日が来るわけじゃないですか。そんなポンポン買うわけじゃないし年数本やと思うんですけど、でその単価を知った上で漫画っていうジャンルに戻ってくると安すぎる、おいおいと500円でこんな1本幸せ買えるかと、えぐいなと、もう感動のね単価が安すぎる、ビビるぐらい安くて、ただやっぱ名作うちに置く場所ないなってずっとそれが悩みで、やから僕はもう漫画無理やわと諦めようとか思ってたんですけど、このね Kindle があるじゃないかっていう話なんですよね。これ本当にえぐくて、やっぱりその部屋の広さとかなんでしょう、容量的な部分で無理やったところをこの電子書籍が可能にしてくれたなって本当思ってて、手元でパッと持っていけるし、Wi-Fi 環境でダウンロードさえしてしまえば全然移動中であったりとか楽しく読むことができるし、ほんまにおすすめです。はい、続きまして最後はこちら MASU のフラッグスカーフです。これは 2023AW シーズンのアイテムで、シーズンテーマがマリアージュっていうことで、ワインを飲みながらハンバーガーを食べるようなそんな世界観があってもいいんじゃないかっていう提案がされてて、で実際にザ・アメリカっぽい星条旗のデザインを実にフランスと馴染みの深いスカーフっていう風なアイテムに施まれてるってアイテムになります。もう普通にアイテムとしてめちゃくちゃかっこよくて、
さすがに真冬になるとこれの代わりにマフラー入れたりするんですけど、こういう薄手のストールって幅広いシーズンで活躍してくれるアイテムちゃうかなと思っております。真夏とかでも外がめちゃくちゃ暑いからっていうことで半袖着てきたのに、いざ建物の中に入ったら空調めちゃくちゃ効いてて気持ち悪いみたいなこと結構あるじゃないですか。でそういう時に、自分が大丈夫やったらそれはそれでいいんですけど、例えばね、その連れの方に寒ないか言うてさっとね、こういう風なのかせたりするとスマートなんちゃうかなって思ってます。はい、そんなところで What's in my bag でございました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。